Legends never die when the world is calling you. Can you hear them screaming out your name? Legends never die, they become a part of you. Every time you play for reaching greatness, relentless you survive. They never lose hope when everything's cold and the fighting's near. It's deep in their bones, they'll rot into smoke when the fire is fierce. No, pick yourself up, 'causeはい、ここまでです。2ヶ月かけてここまでしか作れませんでした。 AI でミュージックビデオを作るためには主人公の設定からストーリーの設計が必要です。それに動画を通して何かしらメッセージを伝えると最高です。この作業はチャット GPT とミッドジャーニーで簡単にできますが、ミュージックビデオでよく見る複数の人がダンスをするシーンは今の技術では難しかったです。 YouTube でいろんな人の動画を見ながら答えを探している中、私がたどり着いたのがこの動画、自分の動画だった。この動画のようにポケモンをメインキャラクターに変えてダンスの動きをつければ理想通りのミュージックビデオが作れるんです。理論上はね。今回の動画ではミッドジャーニーで主人公とサブキャラを作って、そのキャラクターを 3D に変換させてから編集ソフトで動きをつけるやり方を解説します。イケてるミュージックビデオを作りたい人はぜひ最後までご視聴お願いします。まず主人公を作るために白背景に T ポーズを撮った写真を作る必要があります。そのためにはプロンプトにフルボディ、フルショット、フロントビュー、ホワイトバックグラウンドといったプロンプトが必要です。あとは皆さんが作りたいキャラクターの見た目を描きましょう。そして全身を写すためには後ろに横線2つ AR9 対16と入れる必要があります。出てきた写真を見ると T ポーズではなく X ポーズを撮ってますね。その場合は T ポーズを撮っている写真をミッドジャーニーに送ってスラッシュイメージを選択、画像のリンクを最初に貼り付けて、あとはプロンプトを貼り付けてあげます。この写真を参考にして写真を撮ってくれるので T ポーズは撮りやすいですが、裸の写真が出る可能性が高いので要注意です。出てきた写真を見ると手首が切れてますよね。ズームアウト 1.5 をクリックして拡大してあげましょう。この写真を元に別の写真も作ってみます。チャット GPT から書いてもらったプロンプトを貼り付けて、後ろに横線2つ CREF と打って画像をドラッグ&ドロップします。さっきと同じ人物の写真が出てきましたね。しかしここで注意してほしいのが画面の比率です。作りたい写真が横長なのにクリフの後ろにつけた写真が縦長だとエラーが出ます。なので必ず写真の比率も合わせるようにしましょう。やり方はすごく簡単です。カスタムズームのところから後ろにある9対16を16対9に変更してズームを1に設定してあげます。こういう風に人物の写真を1回作ってあげると他の写真を作る時にも同じ顔と服装を足しやすいです。メッシ AI サイトで画像を 3D モデルに変換させます。画像から 3D モデル生成をクリックします。女性の写真をドラッグ&ドロップします。すると自動で名前がついてくるので、ここは特に触らなくて大丈夫です。次はターゲットポリカウントを選択します。無料で使う場合は 10K と 30K しか選択できないんですが、有料プランにすると 100K まで使用することができます。この数字が高くなればなるほど 2D から 3D モデルに変換した時、より綺麗な形で出力してくれます。下にあるトポロジーのところはコアードの設定のままで大丈夫です。出てきたモデルをマウスで回転しながら見ます。特に問題なさそうですね。横にあるマテリアの設定をクリックして粗さを調整して微調整することもできますし、メタリックを調整すると素材の質感を変えることができます。下にある環境設定の方をクリックして強度を調整すると 3D モデルの明るさを調整することができたり、回転の数字をいじると光の向きを変えることができます。微調整が終わったら右側のダウンロードアイコンをクリックして FBX ファイルとしてダウンロードしましょう。
ミュージックビデオのメインキャラクターはこのやり方で作りますが、サブキャラクターはこちらのサイトにあるモデルをダウンロードすると楽です。トップのところをクリックするとびっくりするぐらいクオリティの高いモデルがたくさんあります。しかしダウンロードするモデルは手と足が体から離れないといけません。こういったモデルをダウンロードしても後で使えないので注意が必要です。おすすめのやり方は人気クリエイターのところから彼らが作ったモデルを探すことです。ご覧の通りに手と足が体から離れたモデルがたくさんあります。もしくはテキスト2 3D の機能を使って直接このサイトでモデルを作ることもありです。ちなみに私は動画内で複数の猫と動物が必要だったので動物と検索してモデルをダウンロードしました。次は mixamo.com に入ります。ブラウズアニメーターをクリックします。右側にあるアップロードキャラクターをクリックします。ここには先ほどダウンロードしたファイルを読み込みます。読み込まれたら下にある矢印をクリックしながら問題ないかを確認しましょう。 NEXT をクリックして左側にある円を使って各パートを指定してあげます。青色は口、緑色は手首、黄色は肘、オレンジは膝、ピンクはお腹の下。問題ないかを確認して NEXT をクリックします。検索のところをクリックするとカテゴリーが出てきます。下にあるダンスにチェックを入れましょう。するといろんなダンスの動きが出てくるので気に入った動きを追加します。選び終わったら右上のダウンロードのボタンをクリックするとこういう画面が出ているんですけど特に何もしなくて大丈夫です。続いてダウンロードをクリック。まず Epic Games っていうソフトをダウンロードする必要があります。詳しいやり方はこちらの動画で解説してますのでよかったら参考にしてください。Epic Games を立ち上げたら3つ目にある Unreal Engine をクリックします。背景を手に入れるためにマーケットプレイスに入ります。カタログのところから環境を選択します。有料の背景もたくさんあるんですけど今回は無料のやつを使いたいのでこちらにある無料をクリックします。今回はこちらのアドバンスビレッジパックを使います。Unreal Engine に戻るとここ何もないですよね。なので背景を追加してあげます。コントロールもしくはコマンドスペースを押すとこういう画面が出てきます。先ほど追加した背景の素材がコンテンツの下に入っていることが分かります。背景素材のフォルダをクリックします。マップを選択して背景となるこちらの素材をドラッグ&ドロップします。右クリックを押したまま Q を押すと下に移動できます。E を押すと上に移動できます。W を押すと前に移動してくれます。次はコントロールスペースを押してここにシーケンスを作ってもらいます。右クリックします。シネマティクスのところからレベルシーケンスを選択しましょう。これがシーケンスというものなのでダブルクリックするとこういったシーケンスの画面が出てきます。次は音楽の素材と猫が踊っている素材をここに取り入れてみます。音楽ファイルをドラッグ&ドロップします。そして猫の素材を読み込むためにはフォルダを1つ作ってあげる必要があります。右クリックして新規フォルダを作成。ここに名前を付けてあげます。キャット1にしますね。こちらをダブルクリックしてさっきアニメーションの動きをつけた猫の素材の FBX ファイルをドラッグ&ドロップします。するとこういう画面が出るんですけど皆さんが見るところはここだけ。インポートアニメーションズにチェックを入れてあげましょう。すべてインポートを選択するとこういった素材がたくさん出てくるんですけど今回使うのは後ろにアニメっていう文字が書いてるこちらのファイルのみです。このファイルをドラッグ&ドロップします。そしたらこの猫をシーケンスに入れる必要があるので右クリックしてシーケンスにアクターを追加を選択。猫の名前のファイルを読み込んであげます。この名前がわからない人は右上を見てください。サンバダンシングクレイアニメっていう名前なのでこちらの名前を選択してあげましょう。読み込んでみるとトランスフォームとアニメーションが出てくるんですけどプラスアイコンをクリックしてこちらをクリックしてあげます。スペースキーで再生してみると踊ってますよね。次はこの猫を前に向くように調整します。アニメをクリックして右上のこちらのアイコンをクリックします。するとこういう矢印が出てくるんですけど青色を回すとこういう風に回転できます。左側のアイコンをクリックして右側に少しずらしてあげましょう。次は音楽を読み込んでいきます。追加のボタンをクリックしてオーディオトラックを選択します。オーディオの隣にあるプラスアイコンをクリックしてここに先ほど追加した背
背景の音楽が出てくると思うので、こちらをクリックします。次はもう少しここの場所を明るくしたいので、照明をつけてあげます。上にある立方体アイコンをクリックしてライトを選択します。ディレクションライトをクリックしてあげましょう。これは太陽の光と同じ感じなので、上に上げても左にずらしても光の強さは変わりません。ただし右側にある回転のところの数字をいじってあげると光の調整ができます。太陽の動きと一緒ですね。このままだとつまらないので、カメラの動きも追加してあげます。左上の立方体のアイコンをクリックしてシネカメラアクターを選択してあげましょう。するとここにカメラが出て、カメラが映している映像をここで確認することができます。こちらの矢印を下げて回転してあげて、いい感じに調整してあげることができます。ちょっと近すぎますよね。しかしこういう風に調整するとちょっと難しいと思うので、これよりもカメラの目線で調整した方が個人的には楽です。こちらのシーケンスにカメラのアクターも追加してあげましょう。右クリックしてシーケンスにアクターを追加。ここからシネマアクターを選択しましょう。するとこういう風にカメラ目線で見ることができます。シネマアクターの下にはトランスフォームがありますが、こちらの矢印をクリックすると位置、回転、スケーリングが見れます。するとここに3つの点ができていることが分かります。次はカメラの動きを奥まで移動してみたいと思います。インジケーターを少し移動して XY、Z の数字をいじりながら奥までカメラを移動させてみます。流してみるとカメラをもう少しここに近づけたい場合は、途中で X の数字をいじってあげましょう。同じやり方で猫たちをここに追加してみます。はい、猫と主人公を配置してカメラの動きまで追加しました。一回流してみましょう。パッと見る限り違和感はないんですけど、よく見ると髪の毛が固まったり 3D 感が強いので、こういう時は目をそらす作戦を行います。いろんな動物をもっと配置しておくと、ここに目線が集中されると思うので、ここの違和感が少しだけ減りますよね。こちらをダウンロードしていきます。他のキャラクターをいろんな場所で違うサイズで配置しました。こう見ると主人公がそんなに目立たないので、違和感が少し減ると思います。こういう風に動画が完成したら、下にあるカッチンコアイコンをクリックします。設定の方のこちらの文字をクリックしてあげます。プラスアイコンの設定をクリックして Apple ProRes を選択してあげます。掌託をクリックしてレンダリングローカルを選択してあげます。こういう画面が出たら無事にレンダリングが成功してます。以上 RKJ ビデオのりょうでした。今回も長い動画ありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。